こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、最近惰性が少しずつ戻せてきた感じがしますが、まだやる気スイッチが今一つ鈍いので、踏ん張りどころです。リードが切れてるし。いや切れてない？フェンスにはリードが巻きついているようね。これは、ちょっと記憶にない現象です。こんなリードを見たの初めてです。というか、リード見れてないでしょうに。そもそも、リードは存在しているのでしょうか。ひとまずラバは脱走する気配はない様子ではあるのですが。一応ムーンウォークしているからリードは存在しているようよ。最近はラグさんがめったに現れないので、ようやく OS が安定してきたかと思っていたのですが、不可解な現象が起こるごとに、新しいパソコンが欲しくなってしまいます。翻弄されるわね。まあともかく繋ぎ直した方が、あれ取れない？あ、そっか。田舎から帰ってからアイテム整理がまだでした。何をやっているんだか。さて、前回は田舎暮らしで思った以上に色々苦戦しました。ひとまず本当に材料の数が足りているか心配なので、メサに行く前に確認します。最優先でまず、次の96層目の建築材が8スタックと36個だとわかるように、チェストに赤砂岩を並べておきます。一番下が96層目の建築材なのね。もし私に、マイクラ内で電卓を作れる技量があれば、この数字を暗記する必要がなくなって楽になるのですが。技量を身につけたら絶対作りなさいよね。で、赤砂岩の次の層は黒曜石で、必要数は赤砂岩 -8 個となります。即時に次が黒曜石だとわかるよう、黒曜石一つでもチェストの2段目にしまっておきたかったのですが、ちょうどの数しか採掘してなかったようね。なお、トロッコの始発駅に無駄に黒曜石が飾られていることに気づいたのは、メサから帰ってきてからとなります。で、チェスト内の一番上が赤紫の型焼き粘土。これがちょうど100層目となります。ここから上は、エンダーマンが持ち運び可能な建築材を使い始めます。ようやく土とか積み始めるわけね。まあエンダーマンが100層以上にワープしてくるかもしれず、根本的な対策にはならないのですが。ちなみに、注意を怠ると面倒ごとになるものが多いんですよね。草や禁止ブロックは土に伝播したり、砂などは何か下支えが必要だったり。かぼちゃも空中にはいきなり置けないものね。で、何より最もひどいと思われるのが、やはり TNT です。正しい用法用量を守ってさえいれば、それほどのものかしら。これは個人の感想であり、TNT の効果効能を示すものではありません。まあともかく、多分私は TNT の起爆条件すら、全部把握してないと思うんです。抜けが怖いです。もしピラミッドに積んだ後に、何かの拍子にうっかり起爆したら、TNT 周辺の層の建築材をことごとく失うんですよね。レアな建築材の近くには置けず、しかも数を揃えにくい、どの層に積むか最も悩ましい建築材です。でも、起爆したら見応えあるわよ。失うものが大きすぎなので却下です。さて、ここまでの材料は足りていたことを確認できたので、ぼちぼちメサに出向くことにします。ちなみにメサで最低限必要な数は、白の粘土、型焼き粘土、赤砂岩が各7スタックです。並べておくと数えやすくなるわけね。さて出発準備を。効率強化5のツルハシはまだ耐久力が残っているのはいいとして、そろそろシルクタッチは修繕すべきでしょうか。まだ少し耐久残っているけどいいの？ジエンドでは、エンダーパールで奈落越えを一度しないとならないんです。この先生き残れるか考えると、今は経験値の価値が下がっているんです。でも3しか使わないけどね。ジエンド出発前には何かエンチャントしようと思います。さて、それではメサへ。今回は回収個数が少ないので楽そうです。いちいち覗き込んでもどうせいないわよ。
なお、ネザーのエンダーマンに再び出会えるか淡い期待を抱いていたのですが、残念ながらいませんでした。さすがにリスポーンしているようね。ウオー間に合わなかったか。出発前には日暮れに間に合うと思っていたのに。寄り道してたからよ。まあ、湧いてしまいますよね。で、ステーキを食べる前に近づかれてしまって、身の危険を感じて、そのままつい遠方のクリーパーも弓で仕留めてしまいましたが、これはちょっとまずかったです。ドロップ増加3で仕留めないともったいないわね。そのおかげで、クリーパー2体倒して火薬ゼロです。ゾンビ肉拾えたからいいじゃないの。いや集めているわけではないのですが、本当に。さて今回のメサでは白い粘土を回収するので、あの上に見える白っぽい層を掘っていきます。登れないじゃないですか。この周辺は赤砂を取り尽くしているものね。でも、一箇所くらいは普通に登れる登山ルートがありそうな。ありませんでした。普通に削って登っていきます。さて登ってみると、片焼き粘土と白い粘土の層がくっついています。しかも今回は7スタックずつ、同数回収するので、ちょっとラッキーな気分だったりします。気のせいよ。そして4分ほど経過。心配してたビーコンの効果範囲からは外れることもなく、あと少しで7スタックです。さすがに早いわね。まあでも、ちょっと物足りない感じもするんです。ビーコンまで用いたハイスピード採掘なのに、4分ほどで終わってしまうのは。手を効果切れた。これ電信柱なら頭打ってました。それは残念だったわね。さて、あとは赤砂岩を回収するのみですが、物足りなかったので、ついでに今回で赤砂採掘を完了させてしまおうかと思います。赤砂系は、どうも赤砂以外は自然生成されないようで、しかも基本4倍の材料が必要なので、累計では結構回収に手間を要していたりもします。採取場所を平地にしておけばもう少し早かったわね。初の試みでは気づくことが多いです。で、5分ほどでインベントリぎっしりです。これで約赤砂岩6スタック分。さらに8分ほどで、どうやら赤砂系の回収が完了したようです。ちなみに、赤砂岩クラフトが最小個数で済むように、最後の1スタックは赤砂のまま持ち帰ります。どの道無駄が出るんだけどね。さて、メサ帰り際にビーコンの回収です。採掘速度上昇2は、やはりレベル4のビーコンでないと使えないんですよね。うろ覚えだったの？で、備蓄の鉱石を全部ばらしてブロック化したら、レベル4に達する164個のブロックが作れるか、計算してみたのですが、幸運3でブレがあることを加味して、作れそうなブロックは160個。どうも4ブロックほど足りないようです。随分ギリギリね。で、いずれエメラルドの大量入手が必要なことを考えると、ここはできれば村人取引で乗り切りたいんですよね。随分都合がいい考えね。まあともかく、久々に闇の村に出向く口実ができました。さて、メサ拠点はぼちぼち手狭にしておきます。あとネザーゲートを建てた時に使った赤砂は、無駄にならぬようここで回収しておきます。無駄に几帳面ね。というわけで、ピラミッド拠点に戻ってきました。プレイの途中ですが、キリが良いので今回はこの後少々雑作業をこなしたところまでです。次回こそジエンドに行くの？ビーコン用ブロック集めの手間がどれくらいかによりそうです。村人が全滅してたら厳しくなりそうね。一応予想では、幾人か生き残りがいると思っています。で、雑作業というのは、このネザーゲートの残骸を解体することで、ついでにご指摘いただいて、トロッコが砂に埋もれてないか調べたところ、なさそうでした。道連れの線はどうやらないようね。さてでは、トロッコ1メートルの旅を。ピラミッド拠点に着きました。どうでもいいわよ。さて、10個の黒曜石を無駄にならぬよう回収し、
色付きガラスのクラフトにかかろうと、8の倍数ということで、もう4つのガラスを取りに行こうとしたら、チェストを開けることを手前のロバに阻止されて、ついうっかり瞬時にロバの中から抜け出してしまい、大慌てでロバの中に潜ろうとして失敗し、代わりにラバの中に潜ったところで、キリがいいのでここまでとなります。一体どういうことなの？では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。